特別訪問看護をするにあたってですね、難しい手技があるとか難しい技術的なものがあるっていうのはもちろん一部ありますけれども、仮に長いブランクがあったとしても十分務まると思います。白百合ケアはですね、いきなり一人で訪問に行ってもらうということは絶対ないんですね。先輩のスタッフと同行していただいて、十分独り立ちできるなというタイミングでお一人で行っていただく。でそこまでお世話をさせていただくのが人育て委員会という委員会があります。そこの委員会で、困りごとはないですかとか、またワンオンワンで面接をさせていただいて面談をさせていただいて、困りごとなかなか直接言いづらいなっていう困りごとも吸い上げをさせていただいて、一緒に問題解決をしていくと。でやっていく中でやっぱりこの仕事ちょっと難しいなとか、ここのお宅に行くのちょっと嫌だなとかっていうこともお伺いをしながら、極力ストレスが少ないように、仕事をしていただけるという環境は整えておりますね。それはもう本当に一つなんですよね。お医者さんからの指示があって、ドクターからの主治医からの指示があって、もちろん医療行為をさせていただきます。指示書に医療行為の内容が載っております。でも利用者さんにまず聞くわけなんですね。利用者さんがこうしたいああしたい、医者ドクターが言ってるからこうしなさいっていうのが看護師の仕事ではなくて、訪問看護においてまた白百合ケアのケアにおいてはご本人様がどうしたいかどう過ごされたいか、そこが一番なんですよね。で私たちの新しい取り組みの中でオーダーメイドっていう取り組みがあります。オーダーメイドっていうシートがあるんですね。それを1ヶ月の間に4回ほどご本人に聞いてですね、こんなことしてあんなことしたり、ちょっとしたことでも全て聞き取りをします。でそれをケアに当たるスタッフ全員でシェアをして、でまた1週間経ったらもちろん気持ちも変わるかもしれないし、全然違うことを言い出すかもしれないしっていうね、常にその方がどう思われているか、どうお過ごしになられたいかっていうことを形にしてですね、お支えをする、そこを一番大事に、ケアの中で一番大事にしておりますので、言われたからするではなくて、ご本人がどうしたいからどうする。もちろんご本人がこうしたいって言ったことを主治医の先生にもお伝えをして共有をして、その方が自分らしくお過ごしいただける環境を作るという、そういったケアが特徴的ですね。やり方っていうのがバチッとマニュアルで決まってるかっていうと決してそうじゃないですね。オーダーメイド通り利用者さんがこのようにお過ごしされたいっていう、そのオーダーメイドに基づいてケアをさせていただきますので、もちろん基本的な部分でですね、ご利用者様のお宅に上がったら靴を並べるとか、カバンを床に置くとか、そういった当たり前のことはルールとしてね、マナーとしてありますけれども、それ以外の部分は一緒にオーダーメイドで作っていくんだっていう感覚で仕事をしていただければ結構なので、今までしっかりと前職でね培ってきていただいた技術ですとかやり方ですとか、そういったものも活かせていただけるんじゃないかなと。しっかりと前職での経験っていうのは私どものケアに生きるというふうに思いますので、決してその前職のやり方が使えないとか、前職のやり方が染みついてるから馴染めないんじゃないか、そんなことはありません。最低限のマニュアルっていうのはあります。私のマニュアルサイトっていう社員だけが見られる ID とパスワードを使って入るクローズドサイトがあるんですけども、そちらの方にマニュアルとしては一つでまとめてありますので、わからないときはそちらを見ていただいて、こういうふうにするんだなというふうに見ていただくことも十分できます。恐怖体験に基づいてるんですよこの事業っていうのは常勤換算数っていうのが決まってまして 2.5 人ですね。2人の常勤と、1人のパートさん、もしくは3人の常勤ですね。 2.5 人以上、1週間を40時間とすると40時間と40時間と20時間なんで、100時間、1週間100時間の労働力を確保しないとこの事業はアウトなんですね。その人数を割った時点で営業停止なんですよ。っていうことは一人も辞めてもらっちゃ困ると
ましてや看護師さんになかなか取れないよという中で、なんとか会社が黒字化して7人ぐらいでこうやってた時に4人ぐらいから突然辞めますって言われたことあるんですよ。もう残りの3人でなんとか回さないといけない、なんとか残りの3人で回してなかなか次の看護師も来なくてっていうところで、どうやったら看護師さん辞めずに働いてくれるかなんてもうそればっかり考えてたんですね。起業して3年ぐらい毎日じゃないんですけどことあるごとに同じ夢を見るんですよ、3年間。それって何かっていうと、会社に行ってガチャって開けたら誰もいないっていうそういう夢を3年間見てうなされるようにというか、もうその経験からなんとかこうみんなが働きやすい環境で、仮にねもう水が合わないって辞めていったとしても、やっぱりあの会社良かったなって思ってもらえるぐらいの究極の会社を作ろうって思った恐怖体験談から今に至るということですね。はい、うちは男性看護師はめちゃくちゃ活躍してますよ。男性看護師役員もおりますし、希望すればですね独立コースっていうのもありますんで、そちらでやっていただくこともできますし、うちは女性だから男性だからっていうのは全く関係なく、もちろん在宅で男性看護師がどうなのかって言われるとですね、なかなか女性宅に行きにくかったり、そういった弊害はありますけれども、ただちょっと重いものを運んだりとかですね、介助をする時に男性の方が力があったり、また夜間の訪問っていうのも緊急であったりしますけれども、そういった時も男性看護師が大活躍したりしておりますので、うちの中のキャリアとしては男性看護師だから女性看護師だからっていうのは全くなくですね、同じようにキャリアアップしていただくことができますので、うちは女性役員も男性役員も看護師でおります。役員ということで考えますと、男性看護師が2名、女性看護師が1名ですね。役職者で考えると64ぐらいで男性が多いかなという感じですかね。全体でいきますと今120名前後ぐらいスタッフがいて、80名ぐらいかな女性なんですね。女性はパートの方も多いっていうこともありますんで、その役職がついていくっていうと正社員の中からついていくっていう方が多いので、バランスとしても、半々とまではいかないですけど64ぐらいで男性が多くて女性が4割っていうような感じですね。そうですね、ホームページにですね求人のランディングページというのがありますので、そちらからお問い合わせをいただいて、お名前とご連絡先、また職種を入れるところがあります。それを入れていただきましたら、私どもの求人の担当者からご連絡をさせていただきますので、ぜひホームページからお問い合わせいただければと思います。またインスタグラムもやっておりますので、またインスタグラムの方からダイレクトメッセージをいただいてもご対応させていただきます。